この動画は巨樹巨木自然樹形研究会の提供でお送りします。こんにちは、さつきチャンネルです。今年の夏はとても暑かったですね。気温35度を超える猛暑日が連日続きました。皆さんのさつきはご無事ですか？花後の手入れで深く剪定した方、7月に入ってから剪定した方などは、夏の暑さで新芽が止まり、花芽がつかなかったり、根腐れで葉が黄色くなってしまったり、調子を崩してしまったという方も多かったのではないでしょうか。今年の夏はベテランの愛好者でも何鉢か枯らしてしまったという話も聞きました。毎年異常な暑さが続いています。適切な水管理や遮光ネットを上手に使って夏を乗り切りましょう。さて、本日は植え替えです。植え替えをすると調子を落としてしまうんだよねという初心者の方はいませんか？切って良い根っこ、切らない方が良い根っこ、丁寧に作業しなくてはいけない箇所など、さつきは根が多いので植え替えに手間がかかりますが、ポイントをしっかり押さえて作業することが大切です。樹勢を上げなければ木作りはできません。適切な植え替えを行ってさつきを健康に保ちましょう。本日植え替えるさつきは若いビスです。樹高100センチ、幹回り50センチ、主幹の幹回りは30センチです。巨木の貝らしく迫力のある粘りと太く動きのある力強い枝が魅力です。木箱に植えたのが 3,4 年前。木箱管理ですともう 2,3 年はこのままで管理できそうですが、根の張りが良い若いビスということもあり、すでに表土は固く締まっています。水の通りも悪くなってきたので、木箱を壊して陶器の鉢に植え替えます。そうするとこの若いビスっていうのは、路地上げしたのがいつですか？これも3、4年経つだな、きっとな。まだそのくらいですか？お若いのはこう張っちゃうから。ああ、結構でこう張ってるんですね。木箱でもやっぱ3、4年でそこまで張っちゃう。若いのは張っちゃう。若いビスなんて特に張る。ああ、植え替えしない木はこの時期はまだ切らないですよね。植え替えしないやつは11月になったら切る。そうですね。11月から3月までにある程度切っちゃう。この木は昨年の冬に花芽を残さず剪定しています。その後は春の剪定も花後の剪定もせず、芽を伸ばして樹勢を上げていました。巨木の回では年に一度、11月から3月の間に剪定するだけなのですが、植え替える場合は根の量に合わせるように枝も剪定しておきます。今やってる作業っていうのは、輪郭を整えることですね。枝のこの場所場所の輪郭が整っていればっていうだけ。あまり芽を透かすっていうことまではしないんですか？これはここから今度は鉢取ってからいい意味で使うやつ。これ全部使うわけじゃない。そうですね。これをこれでここだけで集合体。集合体のでこれでみんな絡ませていくわけ。こうやって。だからこれ全部使っちゃうとやっぱりおにぎりさんみたいになっちゃうから、ここからは集合体。だからこれ3本か4本にする。今度今まではここで折っていた。こうやってこの中の骨格で落ちたけどここまで。今度はこの先はこれからの集合体で作る。だからこの枝を少なくしてこう集合体こうたら。だからこういう股はきれいにすると。股はきれいにしてだんだんこれ股はきれいにしてどこもこれでここの集合体でこれがみんな集合体で集合体の花。露地培養の時から枝の動き、流れは作ってあるので、枝先のボリュームを調整するように芽数を減らしていきます。それぞれの枝が重ならないよう立体的に仕上げ、自然の木をイメージし、どの枝にも日が当たり風が抜けるような枝作りをしていきます。ハサミいらないですね。これ品種によってこうパリパリ割れる枝と割れにくい枝ってないですか？違う。これね、規制上げとけばどういうやつでも大丈夫。規制上げとけばどういう規制上がってないやつはダメ。規制上がってないじゃやっぱり皮むけちゃうやつみたいなのありますよね。ほとんど大事だよ。鶴見さんの木に完成ってのはあるんですか？ないです。ないです。完成はあるんだけど絶対俺らダメなんだよ。これで
いいなと思っても、またこっちの方がいいなっていうのが頭の中入っちゃうとやり直しになる。そうですよね。いつになってもだからある。一応ね、展示会に出すっていうのが完成の一つの節目なんでしょうけど、これら見てもらえばいい。ね、この切り方してると、あそこの枝がもうちょっとこっちに来たからこうしてこうしてってどんどん組み変わっていくから。そうなんだよ。これでいいっちゅうのねえんだもん。そうですね。一生遊べますね。一生遊べるよ。枝の剪定が終わりました。枝先の棚を小さくすることで動きのある枝組みがよく見えます。どの角度から見ても枝の密度が同じになるように絶妙のバランスで枝が組み込まれています。植え替えする前に土を乾かしておきます。植え替えのポイントは幹の真下にあたる中心の部分の土をよくほぐすこと。土はほぐすけど根はできるだけ多く残したいので土を乾かし土はほぐしやすくしておきます。樹勢の良いさつきは表土に細かい根がたくさん生えます。この根によって水の通りが悪くなります。表土の硬くなった根を剥がしていきます。1回目はあれなんだ。通気性の良い木箱で培養しているとは思えないほど根が硬く張っています。普通はここまで根は張りません。樹勢の強い若いビスだからだと思われます。まるで陶器の鉢で管理しているかのような根の張り方なのでしっかりと根をほぐす植え替えをします。植え替え用の道具。植え替えの道具。ああ、そうなんですか。これちょっと形が違うけどな、ちょっともう少し角っぽいけど。ほとんど乗ってるとね。そうですね。使ってる人いないです。まあでも包丁とか釜とかでいいんですよね。これまっすぐ押せるからいいんですよ。ああ、まあそうですね。押して力がな。根っこ取り。これは木槌ですよね。これが一番大事なの。そう、これ根っこどこまで残すんですか？その細い根っこ残す。その綿根は取っちゃうんですよ。今これまではこれ今ちっちゃからこれ大体これの間ね。鉢そっち人から鉢先をこっち何枚か持ってきて合わせちゃったら。鉢はこれは鉢はこっちに合わせるから幅ね。これじゃなくこっちに合わせる。一回鉢上げしてるじゃないですか。路地からのその時の根っこの処理の仕方と一回木箱に入ってから今度の植え替えとまたその次も全部違うんですね、やり方。違うけどこれは鉢でやるぐらい張っちゃってる。ああ、そうですか。おお、この木は張っちゃってるよ。こっちこっちだもん。あ、これは木箱だとここまで張らないですか？張んない。ああ、そうですか。木箱はこんだけ張らねえよ。やっぱ若いビスだからですね、それは。若いビスだからね。用水泥土或用那个胶，就是我们用的防水胶，这个是水泥，还用这两个。谢谢大家，谢谢大家看一下有没有可以支持一点这么早的情况啊。是国庆啊，大家都休息。バルね。手伝いしますか？それでこれでか。針にくっつける。私手伝い。松柏类的就是枝土可以下，就是通水线、空气线。だからこんな若いビスってな。8ドルこのせ。ほら。なっちゃうかな。普通の生地はここから落っこちるよ。あ、そうですか。ほら。芯がまだね、芯が張り切ってなくて。まだなんかね。
木箱そんなね古かなかったべ。ね、木箱だと壊れるまで置いといて敵だなんて言いますけどね。壊れるまで大丈夫。こんなに張っちゃうと。でかくなったくれ木箱っちな。ここから通らなくたっていいの。あ、そう空気が入れば。でこっちいっぱい水くれれば、今度はここの根っこが上がってくるの。あ、そうなんです。だからあんまり早く開けなくていいんだよ、木箱は。だからこういうね、まあ、こうやって硬くなるとここが出てくるの。あ、上から盛り上がるの。ああ、こうやってはいはいはい。だからできればこれが固まっても木箱のうちは木箱が腐るまでやってこうすればこっちから空気が入るから下から、ここが固まっても大事なの。だけど水はちょっと余分にくれてやっておくとここがこうやって持ち上がってくる。これなんで叩くんですか。壊してんですかこれ。違う、根っこやっこきてる。中がこれやったからこれパタパタよくやってやるとほこりで中がみんな取れちゃう。ほこりでほこり。こんなのやったことねえだけど。こうすればここが取れんでよ。あ、そうですか。固まってんのがほぐれんですか。かなり硬いのはこれで大事だよ。そうですね。硬いのだとだいぶ昔のやつがほぐれそうですね。ああ、もうそうですね。手でほぐれるぐらいになってるんですね。根をほぐす時のポイントは粘りの間から水がしっかり抜けるようにすること。根をほぐす際に木槌を使います。よく乾いている根を木槌で叩くと硬く締まった根がほぐれ、用土が落としやすくなります。根の隙間に入ったホコリのようなみじんも落ちてきます。木槌で叩き表土からついて根をほぐすという作業を3回ほど繰り返すと根は多く残り、固まった用土が落とし終えた状態になります。あんまり飛んでていいんだと、これまで、あとこれでこっちから抜くから、これは絶対くっついてる。はい、抜くわけでちっちゃい。それもやらなくてもいい。このぐらいだね。だいぶ股がほぐれてきたんですね。抜けるようになったからな。ああ、通るんですね。下までも貫通してるんですね。ああ。これ3回ぐらい巡ると全然なくなる。みんなこの抜いてねえからな。みんな抜いて結構。まあ、下まで抜く人はなかなかいなかったかもしれないですね。教えてやったでもこれ表面固まってるからほぐしてくださいっていう人は結構いましたけど。下が腐っちゃなかったね。そうね。分かってる人は下取っちゃうんでしょうね、きっとね。ほら、ほんでもこの下取っちゃダメなんです。下取っちゃダメだから上からずっと上から抜いていくんですね。でもこれ上からついて下抜くってのは大変ですよ。そうだよ。これが一番の仕事だからな。そうですね。これなんだよ。これやんないとダメ。さつきは芯固まっちゃうんですね。芯だから。だからこれは2回もわがまますると抜けなくなる。折り方は1日かかるよ。そうですよね。でこうやってガリガリやってるから根っこみんな取っちゃうしさ。根っこなくなっちゃう。あんまり下いちゃダメなんだよ。
米がなくなった。こういうふうに頑固になっちゃったら取りにくいんです。これもうちょっとあと1日ぐらいやってこれが白くなってほこりになるとこういうとこまでみんな取れちゃう。みんな取れるんですね。本当に乾かしてからやった方がいいですね。もっともっと乾くといいんだ。1週間水あげてないんですか？そうだよ。おお。これが入るんだ。この次はこれも取っちゃっていいんだよ。この次はこういうの取っちゃって。この次なんですか？この次はこれ。今じゃないんですか？今じゃ今それで今年だとね。来年ほらなんだね。そこはほんだけどよく抜いておくよ下まで。そこは下抜いて。ねこれあと2秒かな。これ抜いていくからね。そうですね。もう下まで行ってますね。よいしょ。結構取れたべ。うん。ああ、だいぶ抜けたとな。よく乾くと本当によくほこりるんだ。根っこだけは大事にしなくちゃダメ。根っこだけ。でもこの若いですったら根っこはとんでもなく入んだな。鉱山なんか鉱山系なんかは中はしばらく置いたって落っこってくるよな金町。これは墓はね来年とこからほらちっちゃくしたからこれまでちっちゃく。こっちだけ取ってみよう。よいしょ。軽くなりましたね。最後に水で洗い、幹や枝の汚れや細かい用土を落とします。鉢のサイズは幅70センチ、奥行き50センチ、木のボリュームに対して随分浅い鉢です。鉢穴から針金を通して木を固定するのが一般的ですが、下げたい枝の引っ張り矯正と木の固定を同時に行います。
鹿沼土で植え付けます。根の間の古い土をかなり落として隙間がたくさんできているので、用土がしっかり入り込むように丁寧に突き込みます。大丈夫なんだよ。ああ、水苔で土手作るんですか。俵作って。その土手って後で勝手に崩れていくの。なんだ。いや、崩れないよ。そこに根っこ入っちゃうから。上げた方がいいんですか。かっこいいよ。うん俺の上がってみたらこうやってるのみんな。大体これで5センチから7センチ上げてる。いいなあ。浅い鉢に植えた方が見た目が良いのですが、用土が少なく水やりも大変なので、5、6センチの高さの土手を水苔で作り、高さを出します。こういう鉢はみんなこうやってあげるよ。5センチか10センチ。表面まで水苔を張り終えて植え替え終了です。力強い足元から雄大に広がる枝、自然の樹形を参考に作られた巨木の貝ならではの樹形です。浅い鉢合わせを可能にする土手作りも面白い手法でした。いかがだったでしょうか。巨樹巨木自然樹形研究会による植え替え作業でした。